こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Power BI8 ファイルとクエリーの結合についてお送りします。今回 Power BI で行う操作はフィールド名が同じ構造を持つ2つのデータを縦方向に追加する操作について解説を行います。この例では2つのデータテーブルが地域、総数、男、女、年度といった同じ構造を持つデータを縦方向に結合する方法について説明していきます。結合する方法としては2つの方法があります。1番目の方法はファイルより直接結合する方法です。もう一つの方法は各ファイルを別々にクエリーで取り込み、それを後でクエリー同士を結合する方法です。最初に同じフォルダーのファイルを一括して結合するクエリーを作成する方法について説明したいと思います。取り込むデータは同じフォルダーに同じ形式のデータを保存しておきます。そして Power BI を起動したら、新規でレポートをクリックし、ホームよりデータを取得を選択した後、詳細を押します。こちらで使用するデータは、概要欄のノートのアドレスをクリックし、そちらよりダウンロードして使用してください。すると左のような画面が表示されますので、フォルダーを選択してください。その後、データを保存したフォルダーのある場所を参照ボタンで選択します。するとこのようなファイルリストが表示されます。結合するファイルが表示されたら、データ変換ボタンを押してください。この時、結合対象外のファイルがあっても、そのまま先に進んで結構です。この例では、1行目と2行目に結合する対象外のファイルが表示されていますので、この2行は行削除を行います。ホームより行の削除を選択し、上位の行の削除項目を選びます。そして行数を2として対象外の行を削除して、OK ボタンを押してください。次に、スライドに示す赤枠のファイルの結合ボタンを押し、ファイルの結合ナビゲーターに移動します。次に左側より取り込む対象のシートを選択すると、右画面にデータが表示されます。ここで上下にスクロールし、データを確認した上で、OK ボタンを押してください。すると Power Query Editor に結合されたデータが表示されますので、確認の上、閉じて適用を押してください。するとこのような形でデータが Power BI に取り込まれます。以上がファイルより直接データを縦結合する方法となります。それでは同じフォルダー内にこの3つの人口1930年、25年、20年のデータ、これを使って結合したデータを Power BI の中に取り込んでみたいと思います。まず新規でレポートを作成します。次にデータ取得のボタンを展開して詳細ボタンを押します。そして、フォルダを選びます。ダブルクリックするとフォルダパスの入力になりますので、参照ボタンを押してダウンロードの下の添付、この中に、データ入ってますので、これで OK を押します。そして、OK ボタンで確定します。そうするとこういう形で、3つのファイルの上に2つ、これは結合対象ではないので、これを除外する必要がありますので、データ変換ボタンを押します。そうするとこういう風なパワークエリーが表示されます。ここで、この、1行2行、これがいらないデータですので、3行を選んだ上で行の削除で上位行2行ほど削除します。ここで2行を削除してやって、こう3つのデータだけ残りました。ここで結合ボタンですね、ファイルの結合ボタンを押します。そうするとここでファイルの結合のナビゲーターが表示されます。ここで対象のシートを選びます。シート1がここに表示されました。
でここで OK を押します。そして次に変更の適用、このボタンを押してください。そうすると今読み込みが始まりました。そしてデータウィンドウの、添付という名前のところをですね展開してみると、データがこういうふうなフィードがあることが分かりますね。でデータテーブルビューにすると、今1920年のデータ、下の方に行くと1925年1930年というような縦結合した、データが表示されました。もう一つの方法は、結合対象のデータを個別にクエリーで読み込み、そのクエリーを使用してデータを結合する方法になります。こちらの例では、クエリーを使用し、1920年のデータを Sheets1 に、1925年のデータを Sheets1 の2に、1930年のデータを Sheets1 の3に取り込みます。そして、これらのクエリーを縦結合したクエリーを作成していきます。それではこの方法について説明を行っていきます。最初に Power BI のホームよりデータを取得を選択し、Excel ブックを選択します。そして人口1920のファイルを開きます。次にナビゲーターが表示されたら Sheets1 を選択し、読み込みボタンを押してください。すると Power BI にデータは取り込まれ、データビューで確認することができます。同様に人口1925と人口1930年のデータも取り込んでください。右のデータウィンドウに表示されている Sheets1 が1920年、Sheets1 の2が1925年、Sheets1 の3が1930年のデータとなります。データが取り込まれたら、次にホームよりデータ変換をクリックします。すると Power Query Editor が表示され、クエリーを編集することができます。ここでホームよりクエリーを新規として追加を選択します。するとこのような画面が表示されますので、結合したいクエリー名を左より右に追加ボタンで移動させます。この例では Sheets1、Sheets1 の2、Sheets1 の3を追加します。そして OK を押してください。するとこのスライドのように結合されたデータテーブルが表示されますので、このクエリーを左上の閉じて適用のボタンを押します。それでは今回は個別にクエリーとして読み込んで後で結合するやり方をします。Excel を読み込んで20年のデータで、これで今ここでこう表示しますね。そしてこのデータをチェックして読み込みます。で読み込んでいますね。でシート1、が読み込まれました。同じような形で次に、もう一回、データ取得で Excel ブックを読み込んで、今度は25年のデータですね。こちらの方もチェック入れて読み込みます。そしたら2番目のデータを読みました。そしたら今度は3番目のデータですね。1930年のデータで、これで3番目のデータ、こういう形でデータが読み込まれているのが確認できますね。そしたらこれで、次に、これらを3つを結合します。まずホームを選んでやって、そして、こちらの方ですね、データ変換、これを押してやります。そうするとこういう画面になりますので、ここで
こちらの方ですね、ホームのこちらの方の、クエリの追加、これを展開すると、クエリを新規クエリとして追加のボタンがありますので、これを押します。そうするとこういう風になりますので、2つのテーブルを結合するときはこちら、3つ以上はこちらですので、これを選んでやります。そうするとこういう画面になります。ここにシート1が入ってますよね。で、これを選んでやって次の追加ですね。そしてこのシート1の3を追加。そうするとここに3つ追加するテーブルが並びました。これで OK を押します。そうすると、これで追加されましたね。20年のデータで、25年、下に30年のデータですね。これで OK です。で、これ閉じて適用すると、今読み込みが始まりました。そしてここでテーブルビューのところですね。ここを見ると30年、今追加されたデータですね。こっちの方でした。1920年、25年、30年のデータという形で今追加されたデータセットができました。